先輩方、私だ。ここでは時間の真実を語ろうかと考えた。おそらくだが、あまりにも変なことを言う可能性がある。しかし私は至って普通のことであって、その変なことというのはごく一般的なものが聞けばそう感じるであろうけど、実際これが真実だから仕方がないことかなとも考えている。何言ってるかさっぱりわかんないぞと思うかもわからないが、聞けばわかるのではなかろうかと考えている。いい。それでは早速説明していくんだが、まず私はサイキック能力を持っていることというのは理解しているであろう。未来人でサイキックとか夢の話かよみたいな感じって思うかもわからないが、仕方がないことかなと考えている。現実では確率的に天文学的数値でさまざまな災害を的中させてきた。詳しく言えば的中というのはふさわしくない。だが当たり前のことをただ淡々と歴史を話しているだけだからだということ。そしてその上にそのサイキック能力を持っていて、さらに2回死んでいると言ったらおかしな話かもわからないが、なかなか漫画でもそういった設定のキャラクターというのはいないわけなんだが、こんな私でも心境がガラリと変わった瞬間というのがあるということ。それは一体何なのかといえば、やはり2回死んだ時かなと考えている。それまではサイキック能力だけの考え方だったんだが、その後に起こった出来事、2回死んだ後というのはなんていうか根本的に考え方というのがガラッと変わってしまったということ。何がどう変わったかを挙げればちょっとキリがないんだが、簡単に言うと、人の死に対してガラッと変わってしまったということ。おそらくなんだが、一般の人々が考える死とはかけ離れた考えというのを持つようになったということかなと私は考えている。どういった考えなのかを一言で言えば、全く死に対して怖さ、恐怖だとか、いいのか悪いのかわからないけど全く感じなくなったということ。なぜならば今の人生が終わった後も全ての人というのは生き続けると分かったからということだ。もちろん自分自身であってもそう、これを聞いている者であってもそう。ただ単に肉体がなくなるだけ
であって、そのもの自身というのはずっと永遠に生き続けるということだ。この考えというのももちろん2回死んだ後にガラッと変わった考えの一つだな。それとあとはやはり外せないのは時間の考え方だな。おそらくなんだが、これを聞いている者一般の方々が考えている時間と私が考えている時間というのはとてつもなく大きな乖離があるのではなかろうかと考えている。しかも残念なことに私が考える時間の考えというのが真実だということだな。だからできるだけ多くの人に時間の秘密、時間の本当の真実というのを知ってほしいとは願っているけれども、なかなか難しいということだな。一体時間というのは何なんだというのを言ってしまえば、本当は存在しないと言っておこう。ちょっと言葉が足りないかもわからないが、説明していこう。例えばなんだが、今現在この動画かな、これを見ているであろう。そして進んでいる時間というのが確認できるのではなかろうかと考えている。もちろんこの現実世界というのかな、定時の世界、低次元の世界、実際は低次元の世界なんだが、高次元の世界とは意味が、時間の意味が全く違っているということを分かりやすく説明するために、世間一般的で言われているあの世、いわゆる高次元の世界の時間を説明するとするのであれば、時間は高次元では直線的なものではないということ、変幻自在だということ。例えば高次元の世界であれば、例えば花、高次元の世界でもあの世でも植物の花というのは咲いている。しかしながら高次元の世界の花というのは何度も繰り返し花が咲いている花もあれば、しかもその咲いているペースというのはそれぞれ花によって違っているということ。頻繁に花が繰り返し咲いている花もいれば、ゆっくり咲いてそれを繰り返し行っている花も存在している。または逆につぼみになって芽になってまたそれを繰り返している花もあるということ。要するに本当の時間というのは何と言えばいいであろうか。早く進むこともあれば遅く進むこともあるし、さらに後ろに早く進むこともあれば後ろにゆっくり進むこともあるし、たまにっていうか横に進むこともあるし、斜めに進むこともあれば上に進むこともあるということで、この低次元、現代のこの物質世界の時間とはかなり乖離がある。時間の概念
というのがまるで違うということ。しかしながらなぜこの物質世界、低次元の世界というのが直線的なのだろうか。いわゆる時間というのは過ぎていく。一定の速度で進むようになっているのかを一言、なぜそのような設定になっているのかを一言で言えば、ほんとシンプル。それは人には感覚器官が制限としてつけられているから。わかりやすく言えば、例えば目の前に何か見えたものに今気づいて、今聞こえたものに気づく。そして今考えたこと、今一瞬、この瞬間的に考えたことに気づいて、そしてほとんどのものがこの瞬間に自分自身がこの場に存在すると考えるわけなんだけど、瞬間と瞬間をつなぎ合わせて直線的な一連の出来事を形成するようになっているということ。だから人間の器官というのは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、そういった器官が人間にはついていて、それで時間を直線的なものだと考えて、様々な一連の出来事というのを集大成、例えば五感で集めた一連の何かしらの出来事というのを時間上で形成するようになってはいるということ。今はその体があるから、その時間上の出来事上で進んでいるけれども、その五感がなくなればどうなるのか、体がなくなればどうなるのか、体が自由になれば、意識だけになればどうなるのかを想像してほしいんだけど、すべて時間がなくなるということだ。今は器官で、感覚器官のせいで制限されているだけであって、本当は時間というのは自由自在だということ。直線的な時間なんぞ存在しないということだ。ただ感覚器官があるから制限されているということだ。だからもし意識だけ、純粋な意識だけになるとするのであれば、すべての時間、そして空間というのを自由自在に動くことが可能になるということが真実だ。このことが私は2回死んで真実ということで分かったんだが、過去であっても未来であっても、意識を集中すればどこにでも行けるというのが事実だということだ。もう一度言うが、今は感覚器官が人間についているから時間に縛られているように感じているかもわからないが、すべてなくなればどうなるのかを想像してほしい。時間はなくなるということだ。そしてあと一つ言うのであれば、時間は、本当の時間はすべて同時に存在しているということもはっきり言っておく。これもちょっと複雑で分かりにくいかもわからないが、私たちというのは過去も未来もすべてつながっているということ。
だから他の人の現実が私たちの現在の瞬間に入り込むことというのもあるし、それがまるで自分の記憶であるかのように広がっていくことも可能だということだ。これを把握するのは少し難しいかもわからない。もちろん私も説明がかなり難しいというのもあるんだが、例えば意識というのは数多く存在しているわけなんだが、例えば未来の意識であっても過去の意識であってもそこら中に存在しているということ。現代世間一般的に言われている幽霊の概念、お化けだとか、これを聞いているもの、見ているものというのはどういったイメージというのを想像しているかを一般的にはその過去に亡くなった人の幽霊というのがごく一般的ではあるんだが、実際は全然違うということ。実は例えば50年後100年後の自分の意識も存在するし、他の人の意識もそこら中に存在しているということ。過去だけではないということ。そういったことを少しこの物質世界、低次元の世界に住んでいるものというのは少しばかりではなくかなり大きく勘違いをしている。思い込みというのは仕方がないことかもわからないが、そこは違うとはっきりこの場で言っておこう。真実は時間というのは自由自在、未来も過去も横も上も自由自在にそこら中に高次元の世界では存在しているということははっきり言っておこう。しかしもう何度も言うけど、今現在は物質世界であるがために直線的になっているというのは感覚器官のせい。実際には時間も空間も物質も私たちがごく一般的なものが通常考えているようには存在していないというのが真実だ。ということで今日はこれで終わるとしよう。以上だ。